はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの踊る夏子です。ですね、先週ライブがありまして、日曜日、山内哲さんと島田義孝さんと踊る夏子の3名でセッションライブを行いました。ご来場くださった方々ありがとうございました。実は私20年前にですね、山内哲さんとちょっとだけ音合わせさせていただいたことがあって、でその時にこんな風に喋るように表現できるようになりたいってすごく思ったんですね。当時私はまだただのダンサーでステップをこう踏むことはできても多分表現にねまだまだ至ってなかったんだろうと思うんですけれども、それで20年経って何かの巡り合わせでねこのようにご一緒することができまして、で哲さんもすごくいや20年前とは別物だねっていうご感想をくださったりして、本当にこう喋ってるみたいでよくわかるって言ってくださって、なんかすごい嬉しかったですね。あと細かい音が細かいことやってるって感じじゃなくてすごく気持ちがいいんだよねとか、一言一言がね嬉しくて本番はもうねただ楽しいだけで80分ぐらいの即興だったんですけれども、でまたね安定の島田さんのビートにね支えられてというかね、島田さんもめちゃめちゃ遊びながらどんどんねこう繰り出してくれるので本当に楽しかったです。ということで私楽しすぎまして打ち上げで完全にベロベロに打ち上がりまして、帰り道にね転びまして、で転んだの覚えてないんですけども、なんか夜中に起きたら足首が痛くて腫れてまして、なんかあれ転んだかなと思って、そのまままた寝ちゃったんですけど、朝になって右足ねここ捻挫してるのが判明しまして、で一晩もねそのまま寝ちゃったんで結構腫れてて歩けないぐらい、本当にこう足がつけられないぐらい捻挫してたんですね。タップダンサーなのに酔っ払って捻挫とかねありえないですよね。アホすぎてあらーと思ったんですけども、それで今日は捻挫の治し方についてねお話ししようかと思います。いつもだったらロキソニンテープとか持ってるので、その捻挫した直後にすぐ冷やしたりロキソニンテープ貼っちゃったりしてひどいことにならないように対処するんですけれども、もう一晩経っちゃって結構もう腫れてたのでどうしようかなと思ったんですね。で、少し調べて、いつもだったら西洋医学的に対処しちゃうんですけど、その整体師さんとかの捻挫の早く治る方法っていうのを見つけまして、それによると生体反応として腫れたりっていうのは自然に治そうとして起こっていることなので、無理に冷やしすぎなくていいみたいなの書いてあったのを見つけたので、ちょっとその方法をお知らせしますね。私がやったことはまず氷とかで冷やすのではなくて、濡らした手ぬぐいでずっとここに濡らした手ぬぐいを当てておく。で濡らした手ぬぐいってそんなに冷たい温度じゃないんですけれども、明らかに腫れている時は熱を持ってるのですぐ裏側が暖かくなっちゃうんですよ。でまた反対にして冷たい方を当てて、でそれでね随分腫れが引いたんですよ。不思議なことにガンガンに冷やしてないんですよ。ひんやりした濡れた普通の水道水の手ぬぐいをやってたら腫れがだいぶ引いて熱が下がってきて、でそうしたらこうやって足に力がかからないようにゆっくり動かして治る時に固まらないようにするっていう方法があったんです。なので痛くない範囲でこうやって動かして、でまた冷やして、で時々こうやって動かして、でその方法のね良かったことは何かというと何ですかね、捻挫って治った時に足首が硬くなっちゃうことが多いんですよね。
なんか治ったけどどうも柔軟性に欠けるなっていう、まあ普通に歩くぐらいだったらそれでもいいんですけど、タップダンスとかするにはかなり足首の柔らかさっていうのは普段使ってるので気になるんです。なので硬くならないようにその方法で直してみました。でそうしたら月曜日はねもう全然歩けない感じだったんですけど、火曜日には歩けるようになりまして、で少しアキレス腱の方が硬いかなっていう感じがあったんですけど、なのでちょっと歩いてみて無理のないぐらいな距離歩いたりしてました。で捻挫ってこうねじってなんかこの辺すごい打撲して真っ青にね青タンになってたんですけど、ねじるとまだ少し痛いんですよ。だから多分そこのひねった部分っていうのはまだあんまり良くなってなくて、ただ足首全体の腫れはもうなくて動きも悪くない感じです。でなので、今日月曜日が歩けなくて火曜日少し歩いてみた。で水木は、自転車に乗って移動してその先で少し歩くぐらいだったら大丈夫っていう感じで、水曜日はまだ若干ビッコ引いてましたけれども、木曜日ぐらいからもう特にビッコも引かずにスイスイ歩ける感じになってきまして、で今日初めてねタップの練習に復活してリハビリ練習をしたところです。なんかあれですよ、捻挫の治し方にもいろいろあるなっていう感じで、この方法はおすすめだなと思いました。冷やしすぎないで手拭いを濡らしたので熱を取ってストレッチしてあげる。はいということでそうですね。あとは私意外と自然療法的なもの好きなんですけども、今ドクダミの季節ですよね。ドクダミの生の葉っぱをすりつぶして虫刺されの跡なんかに塗ると本当にてきめんに腫れが引きます。これは本当におすすめしたいですね。なんかいろいろもう蚊も出てきてるんで今年かき壊したりしてちょっと腫れちゃったような時にもうドクダミの葉っぱをぐしゃぐしゃってやって揉んでつけて上からセロテープかなんか貼っとくと綺麗に腫れが引いてます。おすすめです。はい、これはついなんかこうちょっとおまけ情報ですけどもはい。ということでね、皆さんなんか捻挫してね田んぼに落っこちたりしないようにお気をつけください。それではまた。